しっかり色がつくまでいぶしていきます。はい、どうもチートンです。今日はね、いぶりがっこを食べたくなったので河川敷にやってきました。いぶりがっこといえば秋田の郷土料理、これがめちゃくちゃうまくてご飯にも合うし、お酒のおつまみに最適なんです。今日はその材料となる大根をこの河川敷で取っていきたいと思います。ということで大根を取っていく。河川敷には大根の野生種である浜大根が自生していることがあります。今日はその浜大根を探していきましょう。なんかいっぱい生えてますね。これはからし菜ですね。浜大根ともちょっと似てるんですけど、葉っぱがトゲトゲしていてゴワゴワしてます。からし菜といえば僕の動画でもやったマスタードの原料です。からし菜はこんな感じでロゼットと呼ばれる地面に這いつくばった状態で冬を越します。この状態で冬を越すことで種から芽を出す植物よりも圧倒的に早く芽を伸ばすことができます。一応からし菜も大根のような根っこがついてるんですけど、浜大根よりも細いし辛みが強いので今回はね取らないで置いていきましょう。至る所にからし菜は生えてますね。今度はクレソンが生えていました。このクレソンもね美味しい野草の一つです。消化を手助けしてくれる働きがあるのでお肉の付け合わせによくついてきますよね。今度は水葉がありました。水葉も美味しい野草の一つなんですけど、おひたしや天ぷらにしたりおすすめなのは水葉ジャムにすることです。水葉は酸味があるので砂糖を加えて煮詰めることでとってもフルーティーで美味しいジャムを作ることができます。水葉の特徴は葉っぱの根元が矢尻状になっていることです。そしてそのすぐ隣にギシギシがあります。ギシギシはねこの真ん中の新芽を取っておひたしにしたりするととても美味しいです。本当はナイフとかで取るのがいいんですけど、手で取るとぐちゃっとこのようにネバネバがついてきます。ギシギシも美味しい野草の一つです。ギシギシの特徴は水葉と違って葉っぱの根元が矢尻状になっていません。浜大根がありました。ちょっとちっちゃいけど抜いてみましょう。せーの、よいしょ。ちっちゃ、まるで株みたいなサイズですね。抜いちゃったんでこれは持って帰りましょう。隣にもあります。一箇所生えてると密生してることが多いですね。ちなみにこれは浜大根なんですけど、隣にあるこれはからし菜ですね。よいしょ。あ、大根の形してる。この太さで長かったらよかったんだけどな。いいサイズの大根がありました。せーの、どこしょ、どっこいしょ。お、立派立派、でかい。見て、完全に大根です。いいサイズいいサイズ。浜大根ゲット。これいいんじゃない？細っ、極細浜大根ゲット。お、見てこれ、もう大根が見えてますね。よいしょ。思ったよりも小さかったな。何本かね大きな浜大根を取ることができました。早速これを持って帰っていぶりがっこを作っていきましょう。ということで帰宅ということで浜大根を持って帰ってきました。こうやって見ると結構大きいですね。早速いぶりがっこの準備をしていくんですけど、まずは葉っぱの部分は使わないので切り落としていきましょう。かった浜大根の葉っぱは塩漬けにしたりおひたしにすると美味しいので、これはね家で食べたいと思います。肝心の大根の部分なんですけど穴開いてんな。これは割って汚い部分は取り除きましょう。意外と綺麗だ。ここだけくり抜きましょう。いい感じ。細根がたくさんついてると溝にゴミがたまるんで、この辺はね取り除いちゃいましょう。まずはね1株目が終わりました。これをね全部やっていきます。葉っぱと細い根っこを取り除きました。しっかり洗っていきましょう。隙間に入ったゴミを取り除いていきます。隙間に入ったゴミをきれいに取り除きました。そしたら燻製の準備をしていくんですけど、きれいに洗ったらまさに大根ですね。ちょっと味見してみましょう。いただきます。ちゃんと大根の味がします。普通の大根よりもピリッと辛みが強くてちょっと繊維質なんですけど、しっかり食物繊維が取れてお腹に良さそうです。それでは早速大根を結んでいきましょう。こんな感じでどんどんつなげていきましょう。だな。お、どうした？いぶりがっこ作るんでしょ。これもやって。わかった、これもやっておく。いぶりがっこ。本物の大根が来ました。やっぱり大きいですね。さすが園芸種の大根ですね。そしたらこれもね一緒に燻製していきましょう。2列目も縛っていきましょう。はい、こんな感じで浜大根を結び終わりました。そしたらね妻が持ってきたこの大根も吊り下げられるように結んでおきます。しわしわに乾燥して落っこちるといけないので、こっちは2箇所で結んでおきます。そしたら天井にこんな感じで大根をぶら下げられるように竹を刺していきます。しっかり固定されました。節があるのでここにこんな感じで結んでいきたいと思います。3つ竹の枝を刺しました。そしたらここに大根を吊り下げます。ギュッとギュッと。これでね浜大根と大根を吊り下げることができました。そしたら早速燻製をしていきましょう。ファイヤー。
いい感じに火がつきました。そしたらね、完全燃焼してしまうと煙が出ないので、少しばらけさせて煙をあえて出していきます。ちなみにこの薪は広葉樹、樫の木の薪です。火元と大根は距離があるので、加熱調理されることはありません。煙だけが当たっていぶされるようになっています。いい感じに煙が上がり始めました。そしたらここのね、煙突を閉じてぐっと奥まで差し込んで、すだれを閉じます。時々薪を足して煙が絶えないように調整していきます。いい感じに煙が出てますね。煙が弱くなってきたので薪を足しておきます。しっかり色がつくまでいぶしていきます。まだついてるね。よっこいせ。ちょっとだけ色づいてきてますね。ただまだ色が足りないので、もうちょっといぶしていきましょう。そろそろ燻製もいい頃合いだと思います。お、いい感じに色づきましたね。しっかり色づいていぶし大根になっています。すごいことになってんな。細いやつはもう朝鮮人参みたいになってますね。でもまだ水分は残ってて柔らかさはあります。これをつけていくといぶりがっこになるわけです。そしたらね、早速たくあん漬けにする材料を作っていきましょう。よっ。玄米を精米して米ぬかを作っていきます。よっ。電源を入れてスイッチオン。精米が終わりました。お米にところどころ白いのがあるの分かりますかね。これは高温障害によって起きるせじろ米というお米です。お米の当熟期に気温が28度以上を超えてくると、このようにね、お米の背中部分に白い筋が入ります。これが一昨年ぐらいからめちゃくちゃ入るようになりました。等級が落ちるので食用に回るお米も結構減ってると思います。味は全くと言っていいほど変わらないんですけど、やっぱりこういうお米がたくさん入っていると消費者の方は手が出にくくなるみたいなので、どうしてもね、等級が下がったお米っていうのは加工用に回されて炊いて食べるご飯のお米としては流通しにくくなるようです。そして美味しい米ぬかが作られました。米ぬかの新鮮ないい香りがしています。この新鮮な米ぬかを使って美味しいいぶりがっこを作っていきましょう。これがいぶりがっこの材料です。燻製した大根と米ぬか、塩、ざらめ、そして炊いたご飯です。材料を混ぜていきましょう。ザザザザザ、軽く混ぜて、そして炊いたお米を入れていきます。お米一粒一粒がほぐれるようにしていきましょう。しっかり材料が混ざりました。そしたら早速漬け込んでいきましょう。材料をまず底に敷き詰めます。そしたらいぶした大根を並べていきます。くっつかないように隙間を空けながら漬けていきましょう。もうこれはほとんど枝ですね。ほとんど枝だけど入れていきます。ぬか床がなくなっちゃいました。同じ混合比でもう一度ぬか床を作りましょう。新しくぬか床を作ってきました。そしたらこれをね、上からしっかり敷き詰めましょう。平らにしてキュッキュッキュと軽く押さえつけて重しを入れます。これでいぶりがっこの準備が終わりました。そしたらこれで熟成発酵をさせましょう。それでは時飛ばし。
この辺りの畑を荒らしていったイノシシですね。これはオスですね。後ろから見るとたまたまがついてます。イノシシには申し訳ありませんが美味しくいただきたいと思います。いぶりがっこをつけている間が暇すぎるんで、さっき取れたイノシシのたまたまと心臓を焼いて食べていきましょう。まずはね、たまたまの下処理からしていきましょう。たまたまは薄皮に包まれてるんで、その薄皮を剥いていきましょう。時々ね、心臓とたまたまは寄生虫リスクが少ないから生で食べられるという話を聞くんですけど、肝炎ウイルスなどのリスクは全く変わらないので、生で食べるのは絶対にダメです。ちなみにここが精巣で、ここは精巣状態と呼ばれる部位で、副睾丸とも呼ばれます。この精巣で精子や力の源である男性ホルモンテストステロンが作られて、精巣状態では精巣で作られた精子を貯蔵して成熟させる役割があります。そして用意どんでここから出発するわけです。そしたら筋を取っていきましょう。続いて縦に真っ二つに切ります。真っ二つに割れたら真ん中の白い筋を取り除きます。これは精巣毛と呼ばれて、この精巣で作られた精子が運ばれる管です。これが残っていると臭みの原因になるんでね、取っておきましょう。精巣から精巣状態も取り外しておきましょう。こんな感じで下処理をしてください。そしたらね、食べやすいサイズにカットしていきます。ちなみにこの薄皮については別に取っても取らなくてもいいです。ナイフで魚の皮を削ぐように切り落としてもいいんですけど、イノシシのこの薄皮は特に口の中で邪魔になったりすることはありません。たまたまを全部切り終わりました。そしたら下味をつけていきましょう。塩を少々、胡椒、おろしにんにく、これをよく揉み込みます。うわ、うまそう。しっかり調味料が馴染んだらごま油を少々入れます。ごま油は最後に入れましょう。最初に入れちゃうとお肉の中まで味が染み込みにくくなっちゃいます。これでたまたまの下処理が完全に終わりました。続いて心臓。これはホルモンでいうハツですね。割とおなじみな部位です。心臓は特に下処理がないので適当な大きさにカットしていきます。もしさばいた時に心臓の中に血の塊があった場合は綺麗に洗い流してください。適当なところで柵取りをします。柵取りできたら適当な大きさにカットしていきます。今回も血抜きがしっかりできてるんで全然血が滲んでこないですね。ハツも下味をつけていきます。塩を少々、胡椒、ニンニク、これをよく揉み込みます。ハツはね、たまたまに比べると味が馴染みにくいのでしっかり揉み込みましょう。ごま油を入れます。再び揉み込んで、これでたまたまとハツの下処理が完了しました。2、30分寝かしておきましょう。ファイヤー。いい感じに火がついたんでバラしていきます。炭を広げたら網を置いて早速焼いていきましょう。精巣状態の部分も少し焼きましょう。そしてハツ。いやー、コリコリしてうまそうだな。しっかり中まで火を通すために蓋をかぶせます。こうすることで熱気がこもってしっかりね、肉の内部まで熱が伝わります。あっち、中はしっかりオーブン状態になっています。おお、しっかり焼けてそうですね。そしたらね、ひっくり返していきましょう。こうやって見ると精巣の方はレバーっぽくって、精巣状態の方は白子っぽく見えますね。また蓋をかぶせておきます。うわー、うまそうということで、イノシシのたまたまとハツの炭火焼きが完成しました。大地の恵みに感謝していただきます。いやー、もうね、いい香りが漂ってるんですよね。それではまずはたまたまからいただきます。柔らか。これうまいわ。身はすごいホロホロで柔らかくて、薄皮の部分がね、コリコリしてて食感として面白いです。味はレバーをもっとマイルドに優しくした感じで食べやすくて美味しいです。全然あり。イノシシのたまたまはね、食べた方がいいです。ちなみにイノシシのたまたまはプロタミンというタンパク質を多く含んでるんですけど、その構成要素の3分の2以上がアルギニンなんで、筋肉の合成や男らしさを作るのにめちゃくちゃ役に立ちます。たまたまを食うとたまたまが強くなるということですね。動物同知の考え方は一理あるのかもしれませんね。これを食べてさらに強くなりたいと思います。続いて精巣状態の部分いただきます。
うまい。あ、これもしかしてたまたまよりもうまいかもしれない。一応貯蔵庫なんで匂いとか味の嫌な感じとかあるのかなって思ったんですけど、この清掃の部分よりもめちゃくちゃ旨味があって、香りもねむしろいいですね。旨味を感じる香りです。いや、これは清掃状態こそ珍味ですね。これめちゃくちゃうまい。これはうまいな。もちろん清掃状態にもプロタミンがたっぷり含まれているので、テストステロンガンガン出していきたいと思います。続いてハツいただきます。うめえ。これはもう我慢できない。めちゃくちゃうまいな。僕のリアクションでわかると思うんですけど、順位はハツ、清掃状態、たまたまの順番です。やっぱハツはうまい。でもね、このハツと清掃状態は結構いい勝負ですね。この清掃状態が予想以上にうまかったです。たまたまはね、レバーと同等ぐらいの順位って感じです。これはビールが進むね。うまい。ネギ塩だれ。お、ありがとう。よ。今妹子が頼んでおいたネギ塩だれを持ってきてくれました。これをね、ハツにつけて食ったら絶対うまいです。いただきます。うまい。これはうますぎる。飲んでんの？うまい。飲んでます。ずるい。たまたまもネギ塩だれでいただきたいと思います。うまさが100倍変わります。めちゃくちゃうまい。食べる？食べる。狭い秘密基地へどうぞ。お邪魔します。じゃあハツからいただきます。うまい。てかきついな。たまたまいきますか。いただきます。こっちの方が柔らかい。美味しい。そう、意外とねたまたまいけんのよ。うちのにも食べさせたい。まだまだいっぱいあるからね。これ真空パックして持たせるよ。ごちそうさまでした。お邪魔しました。ネギ塩だれサンキューね。いいよ。ネギ塩だれのパワーは半端ないんだけど、それとね本当に合う。絶対これはみんな食べるべき。なんかパワーがみなぎってくる感じがする。動物同知の考え方でいくと、僕のたまたまと心臓は今ね強烈に強くなってると思います。マジでうまい。いって、これほんと危ない。いぶりがっこいぶし終わったんで、これ抜いとこう。うわっと抜けないわ。折れちゃった。ダメだ。危ないんでこれ折っておきます。あったのいったこれ。ということでね、全然まだ動画は終わりません。この後ね、いぶりがっこ登場するので、ぜひ動画最後まで見てってください。ということで、時飛ばし。時を飛ばそうと思ったんですけど、秘密基地を少し拡張します。少し削り始めたんですけど、この辺をね少し広くして、それと直接ここに台を置くと足元邪魔になるんで、この辺を薄く隙間になるように削って台を差し込めばテーブルになるようにします。それでは秘密基地を拡張していく。思いつきで作ったんですけど、ここにランタンを置こうと思います。ここにランタンを置けばいい感じに秘密基地が照らされると思います。続いてここに溝を掘ってテーブルを差し込めるようにしていきます。おお、完璧。果汁をかけてもびくともしません。これならね、ここで焼いたものをここに乗せて食事をすることができます。いや、いいね。最高。この辺にもランタン置き場作りたいね。これで食事台とランタン置き場2つができました。ひとまず秘密基地の拡張はこのぐらいにしておきましょう。おー、テーブルある。ここに何置くの？それランタン置き場。ランタン置くんだ。結構しっかりしてるでしょ。しっかりしてる。いいね。ちょっと広くなった。すごい。夏涼しいかな。キャンプできるよ。ね浜大根の水分があまりにも少なくて、なかなか漬物にならなそうだったんで、水を少し足しました。漬物になりそうないい雰囲気です。めちゃくちゃ楽しみ。なんか音する。トカゲがじゃれ合ってます。日本トカゲが喧嘩してますね。体の色と顎の下のオレンジ色の婚姻色からどちらもオスの個体ですね。これは求愛行動ではなくオスの縄張り争いの喧嘩です。
激しいですね。片方頭から血が出てますね。かなり激しい噛み合いです。顎からも血が出ています。特に繁殖期はオス同士が出会うと縄張り争いで喧嘩をすることがよくあります。ということで水を足したんで重しを乗せておきます。今度こそ時飛ばし。漬け込みが終わりました。燻製と甘い漬物のいい香りがしてます。めちゃくちゃ楽しみ。いい感じに使ってそうですね。早速浜大根を出していきましょう。お、使ってる。ちゃんといぶりがっこの色になってますね。うまそう。あ、思ったよりも柔らかくてちゃんと食べることができそうです。いけるいける。朝鮮人参みたいになってたやつもちゃんといぶりがっことして食べられそうです。これは完全にいぶりがっこですね。がぜん楽しみになってきた。そして妻から頼まれた普通の栽培品種の大根。完璧ないぶりがっこですね。ちなみにいぶりがっこは何年か前に食中毒で死亡事故が起きているので、漬け込む時に雑菌が入ったり塩分濃度を下げすぎないように気をつけましょう。こんな感じで浜大根と大根の漬け込みが終わりました。続いて浜大根についたぬかを洗い落としていきます。綺麗になりました。しっかり水気を拭き取ったんで食べやすい大きさに切っていきましょう。いい切れ心地。完全にいぶりがっこの色ですね。普通の大根の方も切っておきましょう。こんな感じ。やっぱ肉厚な分浸かり具合はちょっと違いますね。あ、柔らかい。切れ心地が野生種の浜大根とは別物です。うわ、うまそう。いい匂い。ちゃんと燻製されたたくあんの匂いがします。はい、ということで浜大根と大根のいぶりがっこが完成。それでは早速秘密基地で食べていきましょう。見て、この改造された秘密基地。このランタン置き場、なんとも言えないですね。そしてこのテーブルもね、めちゃくちゃちょうどいいです。それでは大地の恵みに感謝していただきます。見た目は完全にいぶりがっこですね。それではまず浜大根からいただきます。うまい。燻製の香りしっかりしますね。ちょっと塩分強めだったんですけど、ちゃんと燻製の香りと漬物の甘さと旨味がしっかりあって美味しいです。ただ普通のいぶりがっことは違ってパリポリとした食感はなくて、すごく繊質でね、サクサクサクっと噛むたびにほぐれていく感じです。ちゃんといぶりがっこになってる。これ大成功だわ。うまい。続いて細い浜大根いただきます。相変わらず繊維質。でも漬物にしたおかげか口の中に残る感じはなくてサクサクと噛み切れます。この細さでもちゃんといぶりがっこの大根になってます。紐みたいになった浜大根のいぶりがっこ。これも食べてみましょう。何これ。これの方がたくあんの食感がある。パリポリとしたね、いぶりがっこらしい食感を感じます。あ、全然いける。美味しい。もうこれはね、ビールなしではいけません。いただきます。うまい。めちゃくちゃにうまい。このいぶりがっこいいね。これだけ美味しく野生種の大根で美味しいいぶりがっこができるなら、もっとゴン太の浜大根見つけたくなりますね。続いて栽培品種の大根いただきます。これは完全にいぶりがっこだ。さすがに市販の大根は違いますね。歯ごたえもパリッポリ。ちゃんと燻製の香りとたくあんのね、旨味と香りしっかりあります。燻製と漬け方はバッチリです。めちゃくちゃうまい。いいだな。ありがとどう？う。めちゃくちゃうまい。なんかいい感じにたくあんだね。いただきます。美味しい。いぶりがっこだ。浜大根って辛いって言うじゃん。辛くないね。漬物にしたら全然辛くなくなるね。美味しい。あ、どうぞ。先にいただきます。美味しいね。塩味が強いね。ご飯に絶対合います。いただきます。めちゃくちゃうまい。ご飯が進む。ご飯のお供にもビールのお供にも最高です。こっち普通の大根。これが普通の大根。
あ、普通の大根の方が水分があるね、やっぱり。これは普通のいぶりがっこだね。私こっちの方が好きかも。こっちの方が甘くない？浜大根の方が甘みがある感じする。味が濃いというか。そう、浜大根のいぶりがっこ美味しいよ。これご飯進むよ。美味しい。残りはまた後でゆっくり食べたいと思います。今回浜大根のいぶりがっこだったんですけど、栽培品種の大根と比べて水分が少ない分、燻製の香りと漬物の旨味がギュッと凝縮された感じがしてすごく美味しかったです。今回の動画が面白かったという方はぜひ高評価ボタン、そして下の共有ボタンから友達に拡散してください。これからもどんどん面白い動画を上げていくので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。バイバイ。